皆さんこんにちは。今日は雪の日に家族がしたことについてお話しします。父の一日。雪の日、父はいつも通り朝早く起きました。会社員なので雪が降っていても仕事へ行きました。外はとても寒くて家の前の道は白くなっていました。雪は静かに降り続いていました。父は顔を洗ってスーツに着替えました。暖かいコートを着てマフラーと手袋をしました。朝ごはんを食べて温かいコーヒーを飲みました。テレビで天気予報を見ました。今日は雪のため交通が少し乱れていると伝えていました。父は時間を確認して少し早く家を出ました。道は雪で覆われていました。父は足元に気をつけながら歩きました。駅には多くの人がいました。電車は雪のため遅れていました。父はホームで待ってから電車に乗りました。車内もとても混んでいました。会社に着くとコートを脱いで席に座りました。パソコンをつけてメールを確認しました。午前中は資料を作って電話に出ました。会議にも出席しました。雪の日でも仕事はいつも通りに進みました。昼休み、会社の近くの店で昼ご飯を食べました。温かい料理を食べて少し休みました。その後、また仕事を始めました。午後も書類をチェックして上司や同僚と仕事の話をしました。夕方、仕事が終わると駅へ向かいました。帰りの電車も少し遅れていました。家に帰ると濡れた靴とコートを脱ぎました。手を洗って家族と一緒に夕食を食べました。夜は少しテレビを見ました。その後、お風呂に入りました。体が暖かくなりました。パジャマに着替えて早めに寝ました。雪の日でも父は一日しっかり仕事をしました。弟の一日。雪の日、弟は高校生なので学校へ行きました。しかし雪がたくさん降っていたので、いつもより大変な一日になりました。弟は朝、目覚まし時計の音で起きました。部屋はとても寒かったので、すぐにベッドから出ませんでした。その後、ゆっくり起きてカーテンを開けました。外を見ると雪がたくさん積もっていました。道も屋根も全部白くなっていました。弟は顔を洗って制服に着替えました。寒かったのでセーターも着ました。コートとマフラーと手袋を用意しました。朝ごはんを食べて温かいお茶を飲みました。学校のカバンを持って家を出ました。外へ出ると足元がとても滑りやすかったです。弟はゆっくり歩きました。
雪の日は危なかったので自転車は使いませんでした。歩いて駅へ行きました。駅には多くの学生がいました。電車は雪のため少し遅れていました。電車に乗って学校へ向かいました。学校に着くと靴についた雪を落としました。教室に入って自分の席に座りました。友達も雪で濡れたコートを着ていました。午前中、授業を受けました。先生は黒板に字を書きました。弟はノートに書きました。外では雪がまだ降っていました。休み時間、窓から校庭を見ました。校庭は真っ白でした。昼休み、教室で昼ご飯を食べました。その後、友達と少し話しました。午後も授業を受けました。授業が終わると、カバンを持って学校を出ました。帰り道もとても寒かったです。弟は駅まで歩きました。電車に乗って家へ帰りました。家に着くとコートと手袋を脱ぎました。夜、家族と夕食を食べました。その後、宿題をしました。教科書を読んでノートに書きました。お風呂に入って体を温めました。パジャマに着替えて自分の部屋で寝ました。雪の日でも弟は学校へ行って一日しっかり勉強しました。母の一日。雪の日、母は朝早く起きました。専業主婦なので家で一日中家事をしました。外は白い雪でいっぱいでした。とても静かな朝でした。母はまず台所へ行きました。お湯を沸かして温かいお茶を入れました。それから朝ご飯を作りました。ご飯を炊いて味噌汁を作って卵を焼きました。テーブルに皿や箸を並べました。家族が起きてくる前に部屋のカーテンを開けました。朝ご飯の後は食器を洗いました。流しをきれいにしてテーブルを拭きました。その後、洗濯をしました。外は雪だったので、洗濯物は部屋の中に干しました。洗濯機が止まるまで他の仕事をしました。母は居間や部屋を掃除しました。掃除機をかけてほこりを取りました。ゴミを集めてゴミ袋に入れました。台所やトイレやお風呂もきれいにしました。窓も拭きました。家の中が明るくなりました。午前中に近くのスーパーへ行きました。暖かいコートを着て手袋をして長靴を履きました。道は滑りやすかったのでゆっくり歩きました。スーパーで野菜、肉、魚、牛乳、パンを買いました。夕食のために鍋の材料も買いました。レジでお金を払って買い物袋を持って帰りました。家に帰ると
買ったものを冷蔵庫に入れました。昼ご飯を作りました。温かいうどんを作って野菜を入れました。昼ご飯の後はまた食器を洗いました。それから少しお茶を飲んで休みました。午後はアイロンをかけました。家族のシャツをきれいにしました。玄関も掃除しました。雪で濡れた床を拭きました。靴を並べて玄関を整えました。その後、家の前の雪を少し片付けました。夕方になると夕食の準備を始めました。野菜を切って肉を下ごしらえしました。鍋に水を入れて火にかけました。ご飯ももう一度炊きました。台所を片付けながら料理を続けました。夜に家族が帰ってきました。母は温かい料理を出しました。家族は一緒に夕食を食べました。食事の後は食器を洗いました。台所をもう一度きれいにしました。その後、洗濯物を畳みました。家族の部屋に持って行きました。少しテレビを見てからお風呂に入りました。体が温かくなりました。寝る前にドアを閉めて電気を消しました。雪の日でも母は朝から夜まで多くの家事をしました。家の中はいつも暖かくてきれいでした。私の一日。朝、目が覚めると部屋の中がいつもより明るく感じました。カーテンを開けると外は一面の雪でした。屋根や車の上や道の上にも白い雪が積もっていました。とても大きな変化に驚きました。まず、ベッドから出て顔を洗いました。それから暖かいセーターを着ました。寒かったので厚い靴下も履きました。台所へ行ってお湯を沸かしました。温かいお茶を入れてゆっくり飲みました。雪の日はとても寒いので体をしっかり温めました。朝ごはんはトーストと卵を食べました。スープも作りました。テレビをつけると天気予報で今日は雪がたくさん降ると伝えていました。電車が止まっているとも聞きました。そのため、その日は仕事も学校も休みになりました。朝ごはんの後、窓の近くに立って外を見ました。子供たちが雪だるまを作っていました。しばらく見てから外へ出ました。コートを着てマフラーを巻いて手袋をつけました。長いブーツを履いてゆっくり外へ出ました。外はとても寒く空気も冷たく感じました。雪の上を歩くとキュッキュッと音がしました。手で雪を集めて小さな雪だるまを作りました。写真も撮りました。空から雪が静かに降り続いていて、景色はとてもきれいでした。
しばらく外で過ごした後、家に戻りました。玄関でコートを脱いで手袋を外しました。手がとても冷たくなっていました。すぐに手を洗って、温かいお湯で温めました。昼ご飯はラーメンを作りました。鍋でお湯を沸かして麺を入れました。野菜も切って入れました。温かいラーメンを食べると、体がだんだん温かくなりました。食事の後、食器を洗いました。午後は部屋の中で静かに過ごしました。本を読んで音楽を聴きました。窓の外を見ると、まだ雪が降っていました。部屋の中はとても静かで、時間がゆっくり流れているようでした。3時ごろ、ホットチョコレートを作りました。ミルクを温めて、チョコレートを入れて、よく混ぜました。甘い飲み物を飲みながら、ソファに座って映画を見ました。夕方になると、雪は少し止みました。外は白くて明るく見えました。夜ご飯はカレーを作りました。野菜と肉を切って鍋でゆっくり煮ました。温かいカレーを食べて体がまた温まりました。夜はお風呂に入りました。湯船にゆっくり入って冷えた体を温めました。外は寒いままでしたが、家の中は暖かく静かでした。ベッドに入る前にもう一度カーテンを開けました。月の光が雪に当たって、外はとてもきれいでした。その景色を見てから電気を消して寝ました。皆さんこんにちは。今日は雪の日に家族がしたことについてお話しします。父の一日。雪の日、父はいつも通り朝早く起きました。会社員なので雪が降っていても仕事へ行きました。外はとても寒くて家の前の道は白くなっていました。雪は静かに降り続いていました。父は顔を洗ってスーツに着替えました。暖かいコートを着てマフラーと手袋をしました。朝ごはんを食べて温かいコーヒーを飲みました。テレビで天気予報を見ました。今日は雪のため交通が少し乱れていると伝えていました。父は時間を確認して少し早く家を出ました。道は雪で覆われていました。父は足元に気をつけながら歩きました。駅には多くの人がいました。電車は雪のため遅れていました。父はホームで待ってから電車に乗りました。車内もとても混んでいました。会社に着くとコートを脱いで席に座りました。パソコンをつけてメールを確認しました。午前中は資料を作って電話に出ました。会議にも出席しました。雪の日でも仕事はいつも通りに進みました。
昼休み、会社の近くの店で昼ご飯を食べました。温かい料理を食べて少し休みました。その後、また仕事を始めました。午後も書類をチェックして上司や同僚と仕事の話をしました。夕方、仕事が終わると駅へ向かいました。帰りの電車も少し遅れていました。家に帰ると濡れた靴とコートを脱ぎました。手を洗って家族と一緒に夕食を食べました。夜は少しテレビを見ました。その後、お風呂に入りました。体が暖かくなりました。パジャマに着替えて早めに寝ました。雪の日でも父は一日しっかり仕事をしました。弟の一日。雪の日、弟は高校生なので学校へ行きました。しかし、雪がたくさん降っていたので、いつもより大変な一日になりました。弟は朝、目覚まし時計の音で起きました。部屋はとても寒かったので、すぐにベッドから出ませんでした。その後、ゆっくり起きてカーテンを開けました。外を見ると雪がたくさん積もっていました。道も屋根も全部白くなっていました。弟は顔を洗って制服に着替えました。寒かったのでセーターも着ました。コートとマフラーと手袋を用意しました。朝ごはんを食べて温かいお茶を飲みました。学校のカバンを持って家を出ました。外へ出ると足元がとても滑りやすかったです。弟はゆっくり歩きました。雪の日は危なかったので自転車は使いませんでした。歩いて駅へ行きました。駅には多くの学生がいました。電車は雪のため少し遅れていました。電車に乗って学校へ向かいました。学校に着くと靴についた雪を落としました。教室に入って自分の席に座りました。友達も雪で濡れたコートを着ていました。午前中、授業を受けました。先生は黒板に字を書きました。弟はノートに書きました。外では雪がまだ降っていました。休み時間、窓から校庭を見ました。校庭は真っ白でした。昼休み、教室で昼ご飯を食べました。その後、友達と少し話しました。午後も授業を受けました。授業が終わると、カバンを持って学校を出ました。帰り道もとても寒かったです。弟は駅まで歩きました。電車に乗って家へ帰りました。家に着くとコートと手袋を脱ぎました。夜、家族と夕食を食べました。その後、宿題をしました。教科書を読んでノートに書きました。お風呂に入って体を温めました。パジャマに着替えて
自分の部屋で寝ました。雪の日でも、弟は学校へ行って一日しっかり勉強しました。母の一日。雪の日、母は朝早く起きました。専業主婦なので、家で一日中家事をしました。外は白い雪でいっぱいでした。とても静かな朝でした。母はまず台所へ行きました。お湯を沸かして温かいお茶を入れました。それから朝ご飯を作りました。ご飯を炊いて味噌汁を作って卵を焼きました。テーブルに皿や箸を並べました。家族が起きてくる前に部屋のカーテンを開けました。朝ご飯の後は食器を洗いました。流しをきれいにしてテーブルを拭きました。その後、洗濯をしました。外は雪だったので、洗濯物は部屋の中に干しました。洗濯機が止まるまで他の仕事をしました。母は居間や部屋を掃除しました。掃除機をかけてほこりを取りました。ゴミを集めてゴミ袋に入れました。台所やトイレやお風呂もきれいにしました。窓も拭きました。家の中が明るくなりました。午前中に近くのスーパーへ行きました。暖かいコートを着て手袋をして長靴を履きました。道は滑りやすかったのでゆっくり歩きました。スーパーで野菜、肉、魚、牛乳、パンを買いました。夕食のために鍋の材料も買いました。レジでお金を払って買い物袋を持って帰りました。家に帰ると買ったものを冷蔵庫に入れました。昼ご飯を作りました。温かいうどんを作って野菜を入れました。昼ご飯の後はまた食器を洗いました。それから少しお茶を飲んで休みました。午後はアイロンをかけました。家族のシャツをきれいにしました。玄関も掃除しました。雪で濡れた床を拭きました。靴を並べて玄関を整えました。その後、家の前の雪を少し片付けました。夕方になると夕食の準備を始めました。野菜を切って肉を下ごしらえしました。鍋に水を入れて火にかけました。ご飯ももう一度炊きました。台所を片付けながら料理を続けました。夜に家族が帰ってきました。母は温かい料理を出しました。家族は一緒に夕食を食べました。食事の後は食器を洗いました。台所をもう一度きれいにしました。その後、洗濯物を畳みました。家族の部屋に持って行きました。少しテレビを見てからお風呂に入りました。体が温かくなりました。寝る前にドアを閉めて電気を消しました。雪の日でも母は朝から夜まで
多くの家事をしました。家の中はいつも暖かくてきれいでした。私の一日。朝、目が覚めると部屋の中がいつもより明るく感じました。カーテンを開けると外は一面の雪でした。屋根や車の上や道の上にも白い雪が積もっていました。とても大きな変化に驚きました。まず、ベッドから出て顔を洗いました。それから暖かいセーターを着ました。寒かったので厚い靴下も履きました。台所へ行ってお湯を沸かしました。温かいお茶を入れてゆっくり飲みました。雪の日はとても寒いので体をしっかり温めました。朝ごはんはトーストと卵を食べました。スープも作りました。テレビをつけると天気予報で今日は雪がたくさん降ると伝えていました。電車が止まっているとも聞きました。そのため、その日は仕事も学校も休みになりました。朝ごはんの後、窓の近くに立って外を見ました。子供たちが雪だるまを作っていました。しばらく見てから外へ出ました。コートを着て、マフラーを巻いて手袋をつけました。長いブーツを履いてゆっくり外へ出ました。外はとても寒く、空気も冷たく感じました。雪の上を歩くと、キュッキュッと音がしました。手で雪を集めて小さな雪だるまを作りました。写真も撮りました。空から雪が静かに降り続いていて、景色はとてもきれいでした。しばらく外で過ごした後、家に戻りました。玄関でコートを脱いで手袋を外しました。手がとても冷たくなっていました。すぐに手を洗って温かいお湯で温めました。昼ご飯はラーメンを作りました。鍋でお湯を沸かして麺を入れました。野菜も切って入れました。温かいラーメンを食べると体がだんだん温かくなりました。食事の後、食器を洗いました。午後は部屋の中で静かに過ごしました。本を読んで音楽を聴きました。窓の外を見るとまだ雪が降っていました。部屋の中はとても静かで時間がゆっくり流れているようでした。3時ごろ、ホットチョコレートを作りました。ミルクを温めてチョコレートを入れてよく混ぜました。甘い飲み物を飲みながらソファに座って映画を見ました。夕方になると雪は少し止みました。外は白くて明るく見えました。夜ご飯はカレーを作りました。野菜と肉を切って鍋でゆっくり煮ました。温かいカレーを食べて体がまた温まりました。夜はお風呂に入りました。湯船にゆっくり入って冷えた体を温めました。外は寒いままでしたが、
家の中は暖かく静かでした。ベッドに入る前にもう一度カーテンを開けました。月の光が雪に当たって、外はとても綺麗でした。その景色を見てから電気を消して寝ました。